その蚊は数千万年にわたり時を止められていた。封じられていたのは、そう、まさしく世界を変える発見だ。しばらくはその発見が恐竜に迫る限界と考えられていた。しかし間違ってた。恐竜の DNA 配列を完成させるための研究が重ねられ、生み出されたのは命。この惑星に存在しなかった命だ。6500万年もの間。ジュラシック・パーク、その結末は知ってる。だがもし君のような人間がその場にいて人々の思い上がりを諌めていたとしたら、ジュラシック・パークが成功するには来園者の安全の確保が必要不可欠だ。これは一生の思い出、大冒険だ。命を落としていいはずがない。彼らは自らの成果に慢心した。そしてそれを嘲笑うかのようにカオスが訪れた。そして数年後、我々はサイト B と呼ばれる島で再び恐竜を確認した。ここでインジェン社がジュラシックパークへ運ばれることになる恐竜の多くをクローン技術で生み出していたのだ。場所は秘密のはずだった。人間の好奇心がなければ知られずに済んだのだ。ピーター・ラドローは叔父の構想を実現するためにインジェン社の CEO に就いたのだ。ジョン・ハモンドは恐竜たちが世界に受け入れられることを望んでいた。ジョンは恐竜を記録するためチームを派遣した。そして知った。恐竜たちの想像を超えた驚異の適応力を。島は彼らのものとなっていた。ラドローには投資家がついていた。そして土地は用意できた。しかし恐竜が全然足りない。だが彼にはその当てがあった。カオスが別の結果をもたらしていたらどうだろう。ラドローが見事目的を果たし、ジュラシック・パーク・サンディエゴが実現されたらどうなっただろう。人類と恐竜は本来こんなに近くで生きるようには作られていなかった。サンディエゴは不運だった。そして恐竜たちも。しかし人というものは好奇心が強く単純で欲深い。あの侵入者たちは彼らが想像さえしなかったカオスを引き起こした。恐竜たちにとって人類はすでに見も知らぬ脅威だった。サイモン・マスラニはハモンドの構想を実現させたかった。大きく派手にどんどんビジョンは膨らんだ。だが恐竜には別の目的がある。勝って食らう。そして何よりこの奇妙な世界で居場所を見つけることだ。そこに君を加えた時何が起きるのか見てみよう。彼らを邪魔してはいけない。でないと過去の悪夢がまた繰り返されるだろう。この地で我々の旅は続く。多くが終わりを迎えた土地、イスラン・ヌブラル島。今回はパークではない、世界だ。にもかかわらずサイモン・マスラニは自分を過信しすぎていた。もし君が彼のそばにいれば結果は違っていたかもしれない。ジュラシック・ワールドはこの地球上で最も魅力的な場所になるはずだった。新たなショー、新たな展示、そして新たな恐竜だ。科学の奇跡がエンターテインメントの魔法と一つになる。そこは単に恐竜を見られる場所ではない。違う。恐竜たちのど真ん中に飛び込むのだ。安全に。少なくともそのはずだった。浅瀬は怖くない。だが自然の脅威はまだある。そう、とても危険な恐竜が。それだけではない。人は新たな恐竜を自在に生み出せるのだ。恐竜をめぐる惨事が繰り返されるたびに
世間のジュラシック・パークやジュラシック・ワールドに向ける目はどんどん厳しさを増していった。島は恐竜のものとなったが、運命のいたずらか、自然は我々の創造物を消し去ろうとした。パークがなくても恐竜は残り続ける。だが彼らの生きる権利は誰が守るのだ？団体が結成された DPG だ。クレア・ディアリングが率いる初の恐竜保護団体だ。だがカオスが別の展開を見せ、あの時火山の噴火によって全てが失われていなかったら、もしクレアが島に戻っていたら、残された者のために手を尽くせていたら、最後に恐竜たちに与えられるべきだった平穏を今度こそ与えてあげよう。頼む。ジュラシック・ワールド、ここから物語は始まる。結果を顧みずに成し遂げられた科学の飛躍的進歩か、そして自然は当然のごとく牙を向いた。カオスだ。私たちは今度こそは自然を支配できると思い上がり、カオスはさらに悪化した。束の間だが、命の尊さを思い出した。しかし、皮肉なことに人は喉元を過ぎた途端に暑さを忘れる生き物だ。その一方で、野心は決して忘れない。残された恐竜たちにとって、時は問題ではなくなった。彼らは科学の奇跡から搾取される資源へと変化してしまった。今こそ我々は自然の本質をもう一度問い直さねばならない。目的は生存無限のサイクル。それはつまり恐竜と我々とが共存する道を見出さねばならないということだ。イスラ・ヌブラル島が全てを変えた。それは間違っていない。ただあれは恐竜のせいというわけではない。あの惨事の結果と解き放たれた古代の存在により世界は変わっていった。甘く見ていたのだ。恐竜ではなく人間たちのことを。人の欲はいつであろうと頭をもたげる。これに対し DFW は恐竜たちを一時的に保護することを決めた。そんな保護拠点の一つとしてシエラネバダ山脈に抱かれたオーウェンの牧場も選ばれたのである。ジョン・ハモンドがジュラシック・パークを実現するにつれ、他社もインジェン社の研究に注目し始めた。ライバル会社であるバイオジン社はこともあろうか、インジェン社とウー博士が取り組んできた成果を奪い、彼らに追いつこうとした。そのために内通者として目をつけられたのが、会社に不満を抱いていたエンジニアのデニス・ネドリーだった。インジェン社の恐竜の灰を盗み出すための計画が立てられ、盗み出した灰を持ち出すために目立たなくする専用容器も作られた。あの夜何があったかは誰にもわからない。確かなのはネドリーとサンプルはもう二度と見つからなかったことだけ。バイオ新社は失敗。一方でまたジュラシック・パークも失敗した。数十年後、サイモン・マスラニがハモンドの意志を継ぎ、ジュラシック・パークを現実のものとすることに成功したのだ。だがしかし計画通りにはいかなかった。ジュラシック・ワールドの崩壊がバイオ新社が長年待ち続けたチャンスをもたらした。今ルイス・ドジスンの時代が幕を開けようとしている。未来がどうなるかは誰にもわからない。
ただ、歴史は繰り返すかもしれない。世界に広がった恐竜たちは生きるため適応を迫られてる。そこは彼らの見知らぬ場所。今もなお進化し、かつてない変化にさらされた世界。共存するには人も恐竜も求めるものは同じだと認めるしかないんだ。疑問はあふれ、議論は尽きず、皆の意見は分かれたまま。人類は彼ら恐竜の保護に努めながら真剣に考え行動を起こしてる。けれどその陰には深い闇が潜んでる。恐竜を商品のように売り買いする身勝手な連中が。バランスは楽には取り戻せない。人を信じるしかないこともある。気に入ろうと気に入るまいと。ルイス・ドジスンらバイオ新社はバイオエンジニアリングの新時代を切り開いた上で、思うまま恐竜を生み出す聖地を築こうとしていた。だが彼はその裏でよこしまな計画を練っていた。バイオ新社の種を一切使用していない作物や農地を食い荒らす古代のイナゴを作り出そうとしていたのだ。エリー・サトラーとアラン・グラントはその計画を知り、バイオ新社の研究エリアへと侵入した。そして彼らの陰謀を証明するために必要な DNA を手に入れることに成功したのだ。計画を隠蔽するためロジスンは証拠を消そうとして帝国は大惨事となった。炎が一帯を焼き尽くし、全ての命が危険にさらされ、ロジスンもまた命を落とした。幸いほとんどの恐竜は救出され、火災は収まった。だが一方で渓谷は焼け野原のままで元に戻っていない。後に残された者たちの命運も不透明だ。